まだ生きている自分を死んでいる自分が見つめるシーンにですね、すごい秘密が隠されてるんですね。セータの霊はあの場に未だにとどまっていて、自分の人生最後の3ヶ月間を何億回も何億回も何億回もリプレイして苦しんでるっていうお話だと。じゃあなんでそんな羽目になったのか、理由説明がこの映画なんですね。多分今回の聞いちゃうと一生蛍の墓をみんなと一緒に泣いて感動できなくなると思うのでですね、正直覚悟してみてくださいね。今日7月15日ですね、ついにネットフリックスでもですね、日本のネットフリックスで高畑勲監督の蛍の墓が公開というか配信されるようになりました。日本以外の国ではですね、昨年の2024年の9月からかな、公開されていてですね、なかなか評判というかですね、大騒ぎになってるみたいです。ということでですね、今日は蛍の墓の解説動画を、ちょっとね、今年も1回配信したんですけど、今日また配信します。蛍の墓の動画ですね、今年の4月と5月に再配信してるんですね、確か。なんか短いスパンで同じ動画をですね、使って申し訳ないんですけど、ネットフリックスでね、見れるようになったということはかなりインパクトあってですね。で、これ、もうレンタルビデオで借りるか DVD を買うしかない状態だったのでですね、もうレンタルビデオもどんどん日本中からなくなっていくのでですね、見たことない人もかなり多いと思うのでですね、ちょっと応援させていただきたいなと思います。こんばんは、岡田敏夫ゼミです。今日の動画のですね、無料部分でですね、どんな話してるのかというと、もうかいつまんで言いますね。冒頭5秒の秘密ということですね、みんなついつい忘れがちなですね、この映画全体構造についての話をしています。あとですね、なぜ高畑勲はですね、こんなトラウマアニメというかですね、海外の人も見て泣くような騒ぐようなアニメを作ったのかとか、そもそも蛍の墓というのは本当にみんなが思っているような、反戦アニメなのか、泣ける反戦アニメなのかという話、あと、タイトルにある蛍というのはどういう意味なのか、なんで普通の字ではなくて、火が垂れるという字を使っているのかと、それを考えることで高畑勲監督が描きたかったものですね、訴えたかったものを考えるですね。4つ目、この作品のテーマは何かについての話です。タイトルに関してはですね、もともとその原作者のですね、野坂昭之さんの、付けたタイトルなので、そっちの方のアイデアというのが、もちろん主眼なんですけども、ここの部分をとして、特に、高畑監督がですね、描きたかったものの話になるんですね。なんせ原作者のですね、野坂昭之さんがですね、試写会で見てですね、アニメっていうのはやっぱ世代のおじさんたちにとっては子供のものなんですね。だから自分の文芸作品というか昔書いた小説がアニメになるんだと思ってかなり舐めた感じで見に行ったらですね、途中でちょっと度肝を抜かれてですね、見ていられなくなって試写会場を抜け出したという伝説があるほどの、アニメです。映画の見方がですね、いろいろあると思うんですけども、岡田敏夫ゼミの特徴でですね、映画の見方が変わってしまうというのがよく言われます。この蛍の墓のですね、解説はそれの典型例だと思います。ぜひ最後まで楽しんでいってください。この動画でですね、2018年4月15日に配信した岡田敏夫ゼミ第226回のですね、再配信になります。今回はですね、無料部分をノーカットで再配信します。動画が終わった後にもですね、追加のアップグレード情報ですね、特に海外の反響についての話をしたいので、楽しみにしてください。それではここから無料動画スタートです。みんなね、蛍の墓というのをそもそもどういう話と思っているのかというところから始めますね。一応日テレの公式サイトでですね、蛍の墓のストーリー、簡単なまとめがあります。昭和20年9月21日夜、神戸三宮駅構内でセータは息を引き取る。所持品はドロップの缶だけ。遺体を片付けていた駅員がその缶を放り投げると、中から小さな遺骨がこぼれ落ち、草むらに季節外れの蛍が舞い上がる。3ヶ月前の6月9日、神戸は大空襲に見舞われ、セータは心臓の弱い母を先に避難させ、幼い妹節子を連れて後を追う。遅れて避難所の学校に着いたセータだったが、そこには変わり果てた母の姿が。母はそのまま息を引き取り、セータは節子と共に西宮にある親戚の家へ移るが、おばは次第にセータたちに厳しい言葉を投げつけるようになる。毎日小言を言われ、ご飯も満足に食べさせてもらえない生活に耐えきれなくなったセータは家出を決意。節子と二人で池のほとりの横浜で暮らすことになるが、というストーリーというふうに、書いてあります。ですね、ストーリーはこの通りなんですけどもですね、
この後、ここに日テレの公式ストーリーの後はですね、空襲がまだ続いて人の心もだんだんすさんでいって、セーター節子を食わせることもできなくなってしまうと。で、次第に節子は衰弱し、ついに、栄養失調で死んでしまうと。で、セーターは一人、節子の遺体を、一人でダビに付すっていうんですけど、火葬にして、自分も神戸の駅で生き絶えるっていうのが、この全体のお話です。で、実はですね、今言ったこの大まかなストーリーだと思ってる人が全体の半分ぐらいいるんですよね。僕金曜ロードショーでですね、ツイート、ハッシュタグでですね、蛍の墓っていうのついてるのをずっと見てて、後でまとめも見たんですけども、ラストシーンを覚えてない人がびっくりするぐらい多いんですよ。ラストシーン神戸の街をですね、ですね、これなんですけども、ちょっと後ろへ下げるね、ごめん。セータと節子がですねベンチに座ってて、節子は寝てるんですけども、セータだけが、神戸の街を繁栄している神戸のビル街を見下ろしてるシーンっていうのがあってですね、これ蛍の墓の基本中の基本だと思うんですけども、割とこれをですね覚えてないっていうかですね、どういう意味だか受け取ってない人が多いんですね。なんで、最後にセータが死んだ後最後に死んだ節子が迎えに来て成仏するかと思ったら、ラストで今の神戸と、まだ成仏してないのか、それとも私たちを見つめてるみたいなメッセージだというふうに残り半分の人は解釈してるんですよ。つまり二人は今も例となって神戸の街を見下ろしてるんだよっていうぐらいのことを考えてる人がいて、残りの人はそこまで考えてない。で、過半数の人がそもそもこのシーンを覚えてないっていうのがですね、ちょっと今回ツイート見てて最大の驚きだったんですけどね、かなりそういうふうな意味では、オカルトではないですけどちょっと怖い映画だと。で、このシーンで終わるところがやっぱこの映画のすごいところだと思った僕は、ツイート読んでるとそれを割と見てない人が多かったのがかなり驚きました。でしかし今回解説するのはこういうレベルではなくて、もうちょっと細かくやっていきます。冒頭のですね流れを説明します。一番最初のですねカットをですね、これも全部ではないんですけども、順繰りに説明していきますね。まず真っ暗闇の中にカメラ目線で真正面を向いた幽霊のセータが現れます。昭和20年9月21日夜、僕は死んだっていうふうに関西弁で言って現れて、そのセータが見ていると、もう死にかけている自分ですね。幽霊のセータが見ていると、その死にかけている自分が映って、その死にかけている自分は一応まだ息をしてるんですね。はあ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 っていう細かい息をすると。でもやがて崩れてしまうですね。そうすると駅員がやってきてですね、死んだことを確認、こいつももう死んでしもったということで、遺品を探ってたらですね、ポケットの中からカンカンが出てきたと。で、何のカンカンか分かんないので、ポイッと捨てるとですね、捨てられたカンカンからですね、骨が出てきて、でそこに季節外れのホタルがボワーンと出てくると。で、これですね、そのホタルの中から一人の女の子、これも幽霊ですね、の節子、妹が現れて立ち上がって、で、節子はお兄ちゃんの死体を見ていると。そのお兄ちゃんの死体のところに駆け寄ろうとすると、後ろからですね、止められると。振り返るとそこには、優しい生きてた頃のお兄ちゃんがいてですね。で、二人で手をつないで、ホタルがいるこの草原を右から左へ歩いてフェードアウトすると、この同じ位置に「蛍の墓」というタイトルが出てくると。もう泣いてますか。はい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 。すごいな。やっぱりみんな泣くんだな。はい。というですね、こういうですね、大きい流れでできています。ですね。で、これよく見る、これちょっと簡単に説明したんですけども、よくよく見るとですね、隠されてる部分というかですね、この部分ですね、まだ生きている自分を死んでいる自分が見つめるシーンにですね、すごい秘密が隠されてるんですね。でそれは何かっていうとですね、実際はさらに細かくワンカットずつ検証していくとこうなります。まずこれですね、昭和20年9月21日夜僕は死んだって言ってから
右下を見つめます。視線が右の下に流れると。そうするとですね、なんか柱が映って何か手前に映ってるんですね。わかりますか？もうちょっとよく、これぐらいの方がいいかな。柱があって、ここの手前に何か物が映ってて、この物がスッと消えたと思ったら次に死にかけてる自分がフェードインというかですね、入り込んで、で、このシーンに流れるんですね。で、これ何かですね、これ実はですね、この、3番目のシーンだけをですね、よく見えるように引き伸ばしたのがこれです。実はここにですね、柱の手前ですね、まだここに自分の死体が映る前、死にかけの自分が映る前に、こういうものが現れてると。なんか戦前の曲線じゃないですね。これ灰皿なんですよ。で、この灰皿っていうのは何かというと、デザイン、これ現在の灰皿なんですね。で、僕はこれ、見た時に、そうか、やっぱりと思ったんですけども、つまり、これセータはですね、死んだ、なんか死後の世界というかですね、現在もまだ生きてるんですね。1988年の映画なんですけども、1988年の現在も今、あの場所にいて、で、思い出すとそこが昔に戻ってっていうですね、未だにですね、1988年の世界でですね、まだここにいて、未だに思い出して苦しんでるってことなんですね。で、本当にそうなのかなと思って、念のためですね、ブルーレイのディスク見たらですね、ちゃんとですね、神戸まで行ったロケハン写真っていうのがあるんですね。で、ロケハン写真を見ると、この柱の横にですね、やっぱ同じデザインの灰皿があるんですよ。で、これ別の柱なんですけども、この柱の横に今の灰皿を移動させたわけですね。これちょっと柱の形が違うのでですね。というふうな形でですね、ロケハン写真を見ても分かる通り、ロケハンが行われたのは1987年なのでですね、現在の写真の灰皿を使うというようなことをやってるんですね。で、つまり蛍の墓っていうのは決して過去の話ではなくて現在から始まってると、ラストシーンで現在に戻るってみんな思ってるんですけど違うんですよ。そうじゃなくて冒頭一番最初からですね現在なんですね。で、現在から始まってセータの霊はあの場に未だに留まっていて、自分の人生最後の3ヶ月間を何億回も何億回も何億回もリプレイして苦しんでるっていうお話だと。じゃあなんでそんな羽目になったのかと。現在の三宮にとらわれている皆さんこう書いてる通り自爆霊みたいなもんなんですね。自爆霊ってのはその場所にとどまるけど、あれ電車に乗って移動するんですけども、じゃあ彼のとらわれている過去ですね、なぜ彼は死後映画公開時点で43年間もそこにとらわれているのか、これにとらわれているのかという理由説明がこの映画なんですね。なぜ彼は未だに死んでから43年も経つのに自分が一番辛かった時のことを未だに見返さなきゃいけないのかっていう理由を説明してくれるという構造になっていると。この全体構造が分かっていると映画の見方ってだいぶ違うんですよ。これってかわいそうな話だとかそうではなくて、なぜ彼がこんなに43年間も自分の苦しいことをずっと見続けなきゃいけないのか、呪われているのかっていうそのミステリーになってるんですね。で、高畑勲としてはですね、もちろんこれちゃんと見せてるでしょと。ちゃんと冒頭に灰皿映してるじゃんと。いや確かにそうなんですよ。僕もなんかね嫌な予感したから見た時にやっぱりと思ったんですけども、最後にも現在映してるから最初にもやってるじゃねえかなと思ったらやっぱりやってたんですけどもですね、もうこれ分かるはずだというふうに高畑勲は思っちゃうんですけども、こんなの気がつくはずがなくてですね、金曜ロードショーのツイートでもですね、それ言ってる人ゼロだったんですね。わかるはずがないんですよ。で、もう一つですね、こういう蛍の墓ってぼんやりしてると、こういうですね、重要なカットを僕ら見逃しちゃうんですね。なんでかっていうと、事前にこんな話だっていう予断で見ちゃうからなんですね。きっとこうかわいそうな話だから、こいつが素直じゃないから、こいつが意地悪だからっていう予断で見てるから、結構いろいろ見飛ばしちゃうんですけども、
かなり大事なシーンを、見てみましょう。節子がですね、もうかなり後半、最後に近いところです。栄養失調で死にかけてまして、で、セータがですね、最後の貯金を下ろしてですね、米や卵を買ってきます。で、節子のためにですね、卵と鶏肉の雑炊を作るシーンがあります。で、しかし節子はですね、雑炊を作っている間に死んでしまうと。悲しいシーンですね。で、その雑炊です。はい。これが雑炊です。で、雑炊が土鍋に入っていてお茶碗があると。で、お箸がここに置かれていて、まな板というかですね、お盆代わりの板ですね。で、ここにスプーンの代わり、さじの代わりのですね、手作りっぽいですね、なんか貝で作ったのが置いてあります。で、このスプーンは、生太たちがですね、おばさんの家で食べる時も使ってたから、一応持ち込みのものですね。で、これがですね、節子が結局、これができるのを待たずに節子が死んでしまうってかわいそうなお話なんですけども、しかし、節子が死んで翌朝ですね、ちょっと寒いので扇風機止めよう。節子が死んで翌朝ですね、セータが仮装している間、セータが節子をもらってきた炭でですね、燃やしている間ですね、セータの住んでいた洞窟をカメラはかなりですね、はっきりと残酷に映すんですね。で、それがこのシーンです。こうですね。で、二人の寝床があって、で、このドアの向こうでなんか光が漏れてると。で、手前のところにですね、ここに雑炊のさっきの土鍋が映ってるんですけども、わかりやすいようにですね、ちょっと強調してみました。ここにですね、さっきのお箸とスプーンが突っ込んであるんですね。つまり、食べてるんですね、セータは。こういうですね、なんだろうな、高畑監督は、ポイントポイントで、セータがどういう人間であって、今どういうふうな気持ちなのかっていうのを分かるようにしてるんですね。これ、ぼんやり見てると、その前に、この、食べずに残ってある卵雑炊っていうのがあるから、普通の人は絶対にこれ食べてないと思うんですよね。でも、セータはしっかり節子がお葬式の間に食べちゃったというのが分かります。で、わざわざね、この、書かなくてもいい、空になった食器をなんで高畑はこのアニメーターに指示して書かせるのか。でこの辺がもうこの人の意地悪なところなんですけども、あとですね、節子が食べられなかったスイカですね。一口しか食べられなかったスイカも、この節子を仮装させるときに出てくるんですけども、これもやっぱ食べてるんですよね。で、これ僕、これ人にいた時にですね、いや、そんなことはない。それはアリが食べたんだっていうふうにですね、言う人がいたんですけども、いや、違うと思って調べたらですね、ちゃんとセータが節子に分けてあげるときに、自分が持ってるナイフで一切れだけ切って、あとは二つにパカンと割って、ここに置いとくなって言って置いてるから、こういう形にはなるはずがないんですね。ありがたかったからといって。なので、セータがですね、実は節子が死んだ後は、案外、意識がはっきりしてですね、食欲が湧いて、ご飯が食べてるのを、ちゃんと書いてるんですよ。で、ちょっとね、その辺でもね、なんか、人情だなと思ったのが、この、左端の一切れだけ実がついてますよね。で、これ何かっていうと、セータがナイフで切り分けた一切れなんですけど、この山のてっぺんの一番甘いとこだけを節子にあげたんですね。そうすると節子が口の中にそれを何とか入れて美味しいって一言言うんですけど、それはもうセータも食べられなかったんです。これはもう節子にあげたものだから。ここら辺の人情も書いて、でもセータの生きるための欲っていうのかな、食欲みたいなものをはっきり書いちゃうっていうのが、高畑勲のリアリズムだと思います。で、この辺はね、この割と見逃されがちなんですけれども、無理って書かれてしまって、こういう話しんどいですか？で、セータはですね、なんでこういうふうに、セータしっかりしてるのかっていうと、割と節子がけなげなことを言うと泣くんですよね。例えば、うちおばちゃんに聞いてん、お母さんもう死にはってお墓の中にいてるねんてっていうふうに言われると、もうセータはワン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 号泣するんですけども、ところがですね、いざ死んじゃうとですね、死んでからの節子は、節子が死んでからのセータはもう全然泣かないんですね。例えば一晩死体と添い寝してあげる時もですね、目が無表情なまま、
なんです。こういうふうに無表情のまま、こう、寝てると。で、なんだろうな、これ仮装するシーンなんですけど、遺体を仮装するシーンなんですけど、遺体を仮装するシーンでもですね、セータの顔はわざとこう無表情に描いてるんですね。で、照り返し、炎の照り返しの目の中の赤い光だけがチラチラしてるっていうですね、完全にその悲しみを描こうとするんではなくて、無表情を描いてると。で、この無表情を描いてるのは一応それなりに理由があってですね、これなんだろう、演技者が無表情でも観客はその表情に勝手に悲しみとかを見てしまうというですね、これこのような映像効果をですね、クレショフ効果と呼びます。これロシアのですね、ソ連になる前かなのですね、映像作家が見つけた方法なんです、効果なんですけども、これですね、クレショフ効果で、よく出てくる画像がこれです。無表情な男と死体、子供の死体を交互に見せると、この男は悲しんでいるように見える。無表情な男と湯気が立っているスープを交互に見せると、この男は食欲に動かされているように見えると。次に無表情な男と誘惑する女の写真を交互に見せると、この男は欲望を抱いているように見えるっていうですね。一般的にモンタージュ理論とも言われるんですけども、モンタージュっていうのは映像を編集するという意味なので、映像を編集してこのような心理効果を出すことをクレショフ効果っていうふうに呼びます。で、宮崎駿はですね、このクレショフ効果が、今のうちに言ってきますけど、大嫌いなんですね。宮崎駿はこういうのが大嫌いで、そうじゃないと。宮崎駿が好きなのはですね、こういうやつなんですよ。これラピュタのドーラばあさんなんですけども、ドーラが独り言で言いますね。余ってるんじゃないよ。そういうことはね、自分の力でやるもんだっていうふうに、パズを叱った後、その方が娘が言うことを聞くかもしれないねっていうふうに、独り言を言うシーンなんですけどもですね、これ、演技つけてるわけですね。キャラクターに演技つけて、ドーラがどんなキャラクターかすごいわかりやすくしてるんですよ。でも高畑勲はこういうふうにキャラクターに自分が思ってることを言わせて、それでその見てる人間にこんなふうに考えてるんだっていうふうに分からせることが嫌なので、クレショフ効果を使ってその無表情な状態の、セータを見せることによって、悲しみを表現しようとしてるわけですね。で、何が言いたかったのかっていうとですね、セータが無表情な理由は、これ僕らが勝手にこのシーン見てワンワン泣いちゃったりするのは、この顔が悲しみをたたえてる。悲しみを抑えて一生懸命普通にしてるようなけなげな状態に見えるから、このシーンを見てすごい感動しちゃうんですけれども、そうじゃなくてですね、おそらくこの時のセータは人間性を失ってるんですね。人間性を失ってるから妹が死んでも腹が減るし、雑炊食べるしスイカも食べちゃうと。で、もう世話をしなくていいんだとほっとしてるから安心してお腹が減っちゃうと。この死んだからほっとしたっていうのは原作者の野坂昭之自身が高畑勲とですね、映画を作る前のですね、対談で話して、この部分も必ず俺そんな綺麗な人間じゃないんです。妹が死んだ時正直ほっとしたんですっていうふうなことを一生懸命訴えて映画の中で使ってくださいって言って高畑さんに約束させたっていう部分なんですけども、だからその炭を買う、妹を焼く時に炭を買いに行くんですけど、そのシーンもですね、淡々と買いに行けるわけですね。で、連合艦隊が沈んだと聞いた時には、殴りかかるぐらい興奮したそのセータがですね、妹をですね、炭屋のおじさんに裸にして豆殻と焼いたらよう燃えるわっていうふうに言われた時にですね、心が全く動かなくなってる。で、つまり人間でどんどんなくなっちゃうわけですね。人間性が壊れていく。ところが僕ら観客っていうのは人間性が壊れたセータっていうのを見て、その代わりに人間性を取り戻して感情が動いて泣いてしまうっていう。こういうなんかすごいアクロバチックっていうのかな、構造でできてる映画なんですけど、そういう過程をですね、ちゃんと高畑勲はセータが人間性を失っていく過程も書くし、で、同時にですね、お粥食べたりですね、スイカ食べたりっていう証拠は出すんですけども、わざわざそこを足ざまにガツガツ食ってるところは出さないと。そこら辺はすごく上品な演出なんですね。なので、普通の見方をしてるとですね、本当にね、わからなくなっちゃう時があるんですよね。じゃあ、なんで
なんだろうな、セータが人間性を失っていく過程っていうのをちゃんと書いてるんだけど強調しないのかということですね。パート2ですね。パート1ですね。冒頭5秒がなかなかすごいよっていうやつですね。パート2ですね。なんでこんなトラウマアニメを作ったのかっていう話に入ろうと思います。ですね。すいません。さっき話した通りですね、観客、僕らが泣くのはですね、実はこのクレショク効果というのが大きいと。つまり、映像の並べ方によって勝手にキャラクターが悲しんでいるというふうに解釈しちゃって泣いちゃうという部分が大きいんですけども、悲しくなるのは当たり前なんですよ。しかし、高畑勲って実は観客を泣かせようと思って映画作ったことって一回もないんですよね。母を訪ねて三千里っていうアニメがあるんですけども、これ見たらみんながこう感動して日本中が泣いたと言われる作品なんですけども、その企画書の中で、母を訪ねて三千里の企画書の中で、もう冒頭に高畑勲は、我々はお涙ちょうだいを作るつもりは全くないというふうに書いていて、でもそれを見てる家族っていうのは大体泣いちゃうんですよ。で、高畑さんってこういう時大体観客理解っていうのかなを間違えちゃうんですね。で、究極の負けず嫌いだから絶対に自分の理論的な誤りをですね、認めないんですよ。ですね、なんかね、漫画映画の志っていうですね、高畑さんにしたのですね、本があります。で、この中でですね、高畑さんは、日本ではアニメーションは観客の心を掴んでハラハラドキドキさせる方向に進化したと。そういうアニメは泣けるし感動できる。しかし私が作りたいのはそういうアニメではないっていうふうに書いてるんですよ。で、蛍の墓で私は観客を完全に作品世界に没入させるのではなく、少し引いたところから我を忘れずに考えることができる視点で作ったと。主人公を批判的にも見てもらいたいっていうふうに書いてるんですよ。つまり、蛍の墓っていうのは高畑さんにしてみれば、観客がセータの気持ちになって、感情的になって、で、どっぷり疲れるような映画ではなくて、それとは逆に、やや俯瞰の上から見下ろすような視点で見れるようにちゃんと作ってるっていうふうにこの本の中で書いてるんですけども、と同時にですね、その宮崎駿の、最近の宮崎駿に対する悪口も書いてあるんですよね。かつての宮崎は、そういう上から俯瞰で同時に考えさせる、批判する視点で作れた。カリオストロの城を見てくれと。観客はみんな笑ったと。なんでかっていうと、カリオストロの城の中には、おいおい、それなんだよというシーンがいくつもあると。例えば、その銭形のとっつぁんがこの水の中をこう覗くシーンで、銭形のとっつぁんの顔がぐにゃぐにゃぐにゃっといがむシーンとかですね、ルパンがちょっと無茶なジャンプするシーンとかで、観客みんな笑うと。それはなんでかっていうと、見てるのが所詮アニメであって漫画であるってことを一瞬思い出すからだと。こういうその俯瞰で見させるっていうことをかつての宮崎駿はできたと。しかし、千と千尋の神隠しを見てくれと。あれの中にはいっぱい同じように変なシーンが出てきて、キャラクターが変な動きするんだけど、もう映画館で誰も笑わないと。宮崎駿は観客をハラハラドキドキさせて主観的にさせる、いわゆる作品の中に没入する方法を選んでしまったと。でも僕はそうではなくてっていうのをですね、ガーッと書いているんですけども、お分かりでしょうか？高畑勲ってそのつもりなんですよ。観客が理解できてないんですね。母を訪ねてを見てもちびっ子やお母さんが泣かないと思い込んでるんですね。で、泣いたという意見を聞いても、多分そういうのは少数派だろうと思っちゃうと、企画書を読んだらですね、マルコ少年は素直ではなく、可愛げがなくて大人に逆らってばっかりで、とても感情移入できる少年ではないって書いているんですけども、高畑勲絵を舐めてるんですよ。あんな可愛く描いたら、可愛いに思うに決まってると。そこがね、自分で絵を描かない高畑勲は計算違いしちゃうんですね。絵の力で可愛く見えちゃうっていうことが全く想定外なんですよ。だから演出で全てが決まると思ってる。で、蛍の墓でもですね、そのセータがその人間性を失っていって、そのお粥とかスイカとかを妹が死んだ後ガツガツ食べて無表情にこう抱くシーンも、あれも悲しんでるように見えるんですけど、高畑勲のおそらく演出意図としては、死んじゃったので当惑してる、びっくりしてると、取り返しのつかないことしちゃったなと思って後悔してるっていう風にも受け取られるようにちゃんと書いてるんですけれども、ところが僕らは勝手にですね、演出効果でですね、すごい悲しみを抑えてるんだ。悲しすぎて泣けないんだ。悲しすぎてあんな表情になっちゃうんだっていう風に勝手に思い込んでワン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 泣いちゃうんですよね。で、みんなもう本当に
なんだろうな、ぶっちゃけ、すいません。ホタルの墓に関しては泣くのに忙しくて、引いた視点でなんか見てないんですよ。で、僕みたいなサイコパス野郎だけがですね、ああ、こいつ妹の水海雑炊きっちり食っとるわ、と思って見てるわけですね。で、なんでこんなに、この高畑勲のですね、演出意図というのは伝わらないのかと。だって、ぶっちゃけ、世界一と言ってもいいぐらいの演出家監督なんですよ。なのになんでこんな伝わらないのかっていうと、特に今回のですね、蛍の墓っていう作品がですね、文芸だからっていうのもあります。仕事道楽っていうですね、これは鈴木敏夫さんが、ジブリの面々のことを書いた本があるんですけどもですね、この76ページにですね、トトロを作ってる時にですね、高畑さんの蛍の墓の話を聞いて、宮崎駿がどんどんと自分のところにやってきた。鈴木敏夫のところにやってきたと。で、鈴木さん、蛍は文芸なんですって聞くと。まあそうですね、聞くと。答えると、俺も文芸をするというふうに宮崎駿が言い出したと。どうするんですかと。猫のバスなんて出してられないですよ。そのもん出したら文芸作品じゃないっていうふうに言い出したと。でもうびっくりしたんだったら、猫バスだけじゃなくて、駒に乗って飛ぶ部分ももうやらないと。駒に乗って空を飛ぶなんてバカなことやってられないですよというふうに言い出したと。で、鈴木敏夫は困り果てて高畑勲のところに相談に行って、宮崎さんがこんなことを言ってますって言うと、困りましたね。猫バスってやめるんですか？もったいないですねっていうふうに言ったと。だから鈴木敏夫はやったと思ってこのもったいないですねっていう言葉を持ってパーッと言って宮崎駿のところで走っていて、宮崎さん、高畑さんがもったいないって言ってますよって宮崎駿が急にご機嫌になって、もったいないんですか？じゃあ猫バス出しますって言ったっていう、これ実話なんですけども、すごいですよね。結局さっきのですね、ドーラと同じなんですよ。ドーラのシーン、あれ、もうまだ絵あるかな？もうしまっちゃったかな？あった。このドーラのシーンもですね、二度とここへは帰れなくなるよっていうふうにドーラが言うと、パズーが分かってる。ドーラが覚悟の上だねって言うと、パズーがうんって強く答えると、ドーラがですね、40秒で支度しなっていうふうに言うんですよ。つまり、実はドーラはすごい良い人だっていうのが分かるように書いてる。これはエンタメであって文芸ではないんですね。ちゃんとドーラがいい人だというふうに分かるようにセリフが組んである。これ、エンターテインメントなんですよ。で、なんでかってエンターテインメントというのは伝えるのが大事だから。で、どんなキャラかっていうのが大事なんですね。しかし文芸の世界にはキャラという概念はないんですよ。何を考えているのかわからない登場人物を読者一人一人がこの人は何を考えてるんだろうかと考えて回答を出すのが文芸なんですね。だからそれが文芸なんですよ。だから高畑勲は蛍の墓を文芸アニメとして作ってるからですね、一人一人が考えて違う答えを出すように作ってるわけですね。なのでですね、言っちゃえば僕は高畑勲観客に甘えすぎ説というのを唱えてるんですけども、これ高畑勲の、遺作となったですね、かぐや姫の物語です。で、ここのですね、キャッチコピーですね、姫の犯した罪と罰って書いてるんですけども、これ分かった人ね、いないと思うんですよね。もともと、最初の高畑勲のアイデアではですね、映画の冒頭で月面なんですよ。で、かぐや姫のお父さんですね、月の王様がですね、かぐや姫に対してですね、お前はこういう罪を犯した。よって罰として地球に、流刑するっていうふうに宣言するシーンから始まる。で、それをかぐや姫は地球に行けるという嬉しさでワクワクしてろくに聞いてないというシーンから始まったそうです。で、これですね、どこだったかな、高畑さんのですね、この映画の最初のチラシの裏に書いてあった文章なんですけども、50年前ですね、ホルスの後の次回作で高取物語っていうのが東映動画でアイデアが出てですね、で、その公募があったんですよ。どんな風にストーリー作るのか。で、それで高畑さんが出したアイデアがボツを食らったんですよね。で、ところがですね、高畑さんはですね、この今言った、冒頭の
月の王様とかぐや姫の問答シーンです。お前にはこんな罪があると。だからこんな罰を受けろというシーンを丸々カットしてしまうんですね。で、カットした理由を高畑さんはですね、素晴らしいスタッフが揃ったので、こんなシーンはいらないと分かりましたと。映画を見れば誰もがかぐや姫の罪と罰は分かるはずですと言ってカットしちゃって、おかげで分かんない映画になっちゃったんですよ。で、またこんなことを言い出して、で、高畑勲は本当に観客に甘いすぎなんですよね。で、仕方なく鈴木敏夫が編み出した手口がですね、これが面白くてですね、鈴木敏夫が編み出した手口は、高畑さんあんなこと言ってて、で、一回言い出したら聞かないと。もう観客分かるはずだと言い出したから、もう聞かないので、こうなったらですね、この見れば分かるはずのテーマを謎々にして宣伝コピーにすることにしたと。姫の犯した罪と罰でここに書いたら、それは何だろうってみんな考えるだろうと。で、それの答え合わせをしに映画館に来るに違いない。そしたら、かぐや姫の物語のテーマをみんなが考えることになると、高畑さんが思ってるエフェクト、効果が出るっていうですね、だからすごいこうアクロバチックなことになったんですね。で、ところがですね、これを公開したらですね、誰もここのところに引っかからずですね、みんな、かぐや姫の物語のですね、絵とか映像ばっかりもう超褒めるわけですね。で、そんなこのですね、この、またもやテーマがずれて伝わっちゃうと。命の素晴らしさとかそっちの方だと思い込んでる人が多いんですけども、実はかぐや姫の物語の姫の犯した罪と罰っていうのもですね、今回の蛍の墓に負けず劣らずのなかなかえぐい話なんですけど、それはまあそのうちかぐや姫の物語をやる時に語ることにしましょう。以上で分かる通りですね、ちょっと45分になっちゃったんですけども、延長します。こんなもん、まだ半分も話してない無料の部分。高畑さんはですね、別にトラウマアニメを作るつもりはないですし、それどころか、泣かせたり感動させるつもりもないんですよ。考えたり、悩んだりしてほしいんですよ。映画について考えたり悩んだりしてほしいんですよ。なんで節子は死ななければいけなかったのかとか、なんでおばさんは意地悪なのかとかですね、なんでセータは死んでしまうのかということを一人一人にもう本当に毎晩考えたり一年考えたりしてほしいと。もう泣いて思考停止するんじゃなくて、かわいそうとか、こういうふうにしたいっていうふうにして思考停止するんではなくて、辛くてチャンネル変えるでもなくてですね、何年もそのことばっかり考えてほしくて、あんな苦労してアニメ作ってるわけですね。文芸とはそういう意味なんですよ、高畑さんにとっては。だから、高畑勲ってやっぱ観客に甘えすぎ、自分がね、作ったものが何年も人を考えさせるだろうというふうに、うぬぼれすぎなところがあります。で、このあたりのですね、実は俺の作品には考える価値があるんだ。ほら、これ考えたいだろう。なんでか知りたいだろうってテクは、押井守とか庵野秀明の方が本当に何百倍うまいんですよ。正直言って中身は高畑勲の方が100倍あります。押井守とか庵野秀明ってのは中学生が悩むのにちょうどぐらいの作品になってるから、本当にあるんですけども、もう高畑さんほどの馬鹿正直な中身はないんだけど、ただなんでだろうって考えさせるテクニックがこの二人はものすごくうまいのでですね、なんか思ったようにならないんですね。ということでですね、次はパート3です。蛍の墓の意味とはですね。蛍の墓とはどういうふうな意味なのか。で、そもそもですね、この蛍っていうのは、二人で暮らし出した時、洞窟でセータと節子が二人で暮らし出した時に、夜上空をですね、飛行機がですね、ブーンと飛んでいく時に、飛行機の、明かりが本当にかすかに点滅していると。で、それを見てですね、セータがですね、特攻機や、これから相手にですね、自殺攻撃をかける飛行機だっていうと、節子がですね、蛍みたいやねっていうふうに言うんですね。で、このように最初からこの作品においての蛍っていうのは、死ぬ直前に最後の光を放つ存在として書かれていると。で、セータはですね、節子のためにですね、何十匹というですね、100匹近いんでしょうね、蛍をですね、捕まえてきて蚊帳の中に放ちます。ですね、このシーンです。で、この蛍を離した後ですね、構図がロングになるシーンがあるんですけど、これがもうすごい意地悪で、横穴の中に二人でいて、蛍が飛んでるんですけど、ここの柱の梁がですね、ちょうど斜めになってですね、家になってるんですね。いわゆる葬式の時に写す写真になってるんですけども、こういうですね、必ずこの蛍の光を出す時とか、光を出してる時は死を暗示させるような、映像効果というかな、見せ方してるんですよね。で、
この蛍の飛ぶですね、蚊帳の中でセータは観艦式、お父さんが、出たですね、連合艦隊ですね、日本海軍の連合艦隊がその船を見せつける観艦式っていうのが、それを思い出すと。で、夜で光に包まれた連合艦隊のマヤっていうのは、実はこのお話のもう1年近く前に、沈んでるんですよ。つまり、この作品の中で光るものっていうのは大体全て死んでるんですね。特攻機とかですね、蛍とかですね、連合艦隊とか全てそういう死にゆくものだから光って美しいというような描かれ方をしていると。で、これですね、やっぱすごいのは翌朝書いちゃうとこなんですよ。翌朝、ごめん、これ上下逆さまだった。翌朝ですね、セータが何してんねんって言うと、節子がお墓作ってんねん。お母ちゃんもお墓に入ってんねやろ。うちおばちゃんに聞いてん。お母ちゃんも死にはってお墓の中にいるねんてっていうふうに言うと、節子に言われてセータはですね、もう号泣してしまうと。このシーンですね、かわいそうさに泣ける人も多いんだけども、なんでそのかわいそうなシーンでですね、こういう映像を映すのか。ですね。この大量の蛍の死骸をなんで見せるのかというと、この蛍にとっては、実はこの二人もですね、その無慈悲で不条理なものの存在なんですよ。もちろん蛍っていうのは光を放ち始めたら数日間で死ぬ運命なんですけども、だからといって自分の慰めのために蚊帳の中で閉じ込められて自由を奪われていいという理由にはならないんですね。蛍かわいそうやから逃がしてあげようっていう発想は別に節子にもないわけなんですよ。で、この蚊帳の中で、その、蛍が飛んでるシーンは、冒頭ともリンクしてます。この冒頭ですね、幽霊となったセータと節子がですね、窓のフレームの向こうに東京大空襲を見ているというシーンですね。これがですね、その、東京神戸大空襲ですね。これが蛍です。火が垂れ落ちてくるから蛍っていうふうに書く。火が垂れると書いて蛍と書くんですけども、これもですね、この二人が見てる見え方っていうのは、辛いね、悲しいねではなくて、これも蛍なんですよね。だから、命が燃えてて綺麗だねっていう視点で見てる。ですね。蛍を蚊帳に放ち、そのお墓を作る。美しくも残酷な遊びをしてるんですけども、そういう人間から見た戦争、人間から見たこういう戦争の蛍の風景も、蛍から見たその自分たちを不条理に扱うこの兄弟も等しく残酷で美しいっていうふうに書いてるんですね。だから高畑勲は何回もこのアニメを戦争反対がテーマではない、そんなことではないというふうにずっと言い続けていると。じゃあテーマは何なのかですね。テーマは何なのかパート4で、やっとパート4でですね、無料部分終わりですので、もうちょっと待ってください。テーマね、探ろうと思うんですけども、高畑勲ですね、泣かせる映画が嫌なのと同じく、戦争反対の映画も作るつもりはないと。これ三鷹市のですね、平和集会の講演でも言ってるんですよ。私の蛍の墓を見て感動した、戦闘反対っていう人もいるけども、そんなことはないと。そんな効果は全くない。なんでかっていうと、どんなに辛いのを見せてもですね、こんな辛い思いは絶対に嫌だとなったら、だから戦争はしないぞにはならないと。私は日本人っていうのもとことんよく知ってると。日本人っていうのは、っていうかあらゆる民族は、こんな辛い思いをしないためにも軍事力が必要だとか、こんな辛い思いをしないためにも、すぐそこにある脅威に対して、普通の国になろうよって言い出す国だと。それが日本であれ、それが日本人であるっていうふうに高畑勲ははっきりと何度も言ってると。なので、公式見解ではですね、高畑勲はですね、高畑勲監督が本作品で書こうとしたのは、困難に立ち向かい、たくましく生き抜く素晴らしい少年少女ではありません。決して切り開くことができない戦争という状況の中で死ななければならない心優しい現代の若者の姿です。現代ではデジタル機器が発達し、煩わしい社会生活から離れ、ある程度自分の世界にこもることも可能になった。そのような時代であればこそ、セータの心情が分かりやすいのではないか。兄弟だけで小さな家族を作ろうとしているセータに、社会的なつながりを煩わしく感じる現代の若者との類似的なつながりを見出しているということ。しかし戦時中ではその社会的なつながりを排して、兄弟だけで生きることは叶わなかった。そこに悲劇があるとも言えるのです。というふうに、高畑さんは言ってるわけですね。で、これね、どういうことかっていうと、実は冒頭のシーンですね。セータがですね、そのままのたれ死ぬシーンでですね、ちゃんとのたれ死にかけているセータにおにぎりをあげてる人がいるんですよ。つまり、
こんな時代でも、これセータの主観どっぷりで使ってみたら、もうみんな鬼のような人たちで誰一人助けてくれないというふうに思うんですけども、ちゃんと頭を下げてお願いすれば、こんなご飯がない時代に何の見返りもなくおにぎりをあげる人がいるんだよっていうのを一番最初に見せてるんですね。だから、こいつがこうなったのは戦争のせいでもなければ、時代のせいでもないんだよっていうふうに、はっきりと高畑勲は冒頭に言い訳ができないようにドンと見せた上で始めてるわけですね。で、戦争が悪いとか貧しさが人の心をすさませたという話ではないと。あとそのテーマに関して僕気になるのは、なんで母親の霊は出てこないのかっていうことなんですよ。あれほど節子は母親に会いたがってたから、最後幽霊となって兄と会うんだったら、そこに母親も霊になって出てきていいはずなんですよ。で、あんなにお兄ちゃん、セータが会いたがってたお父さんも出てきていいはずです。もう死んでるんだから。だから最後は親子4人また揃った。だって親子4人で桜の下で写真撮ってるシーンがあるんですよ。だったらば死んでこの彼らには死ぬことしかなかったんですねっていう話なんだったら、そこに別に母親出しても父親出してもいいはずなんですよ。なんで節子とセータの幽霊は2人だけなんでしょうか。これが僕はこの本作品のテーマの一つだと思うので、もう時間もないですけど、皆さんのコメントの自由回答をちょっと見ていこう。生きてるから。いや、生きてない。両親は生きていた。それもない。なんで気づかなかったんだ。そうですね。あんまりこれ気づかないですよね。つまり、セータと節子の2人の話見てるから、親だけ成仏した。セータの食材えぐい話だ。死んでもぼっちだから。懺悔映画だから。両親も引きこもりたい人だったから。セータが節子を縛っていた。なかなかいい線いきますね。ですね。じゃあ、僕の考えるですね、岡田斗司夫の妄想と言ってもいいんですけど、の答えの方に行きます。母親のいるですね、ような天国に行けないと。だからといって、地獄に落ちるようなことがないと。こういうのをですね、ダンテの新曲ではですね、煉獄というふうに言います。煉獄というのは囚われる獄っていうことなんですけども、煉獄というのは天国に行けなかったんだけど、地獄にも落ちなかった人の行く中間的なところで、苦痛によって、苦しいことによってですね、罪を清められた後天国に行く場所というふうに、カトリックではされています。で、これ、宗派によるんですけども。で、セータは煉獄に閉じ込められたので、1988年の現在、映画公開当時の現在でも、未だに自分の過去の過ちと、あと死んでいく妹を見せつけられると。だから、この無限の苦悩高畑は、高畑さんそれ分かってるんですよ。高畑さん分かっててですね、気の毒にも彼は繰り返すしかないっていうふうに書いてるんですよね。かなり冷たい書き方なんですけども、セータは精一杯生きたんだけども、自分の、最後の苦しみっていうのをずっと見せられていて気の毒なんだけども、それはもう彼は繰り返すしかないんだっていうふうに書いています。で、最初からですね、煉獄に閉じ込められた少年っていうのを冒頭から書いているんですね。だから、冒頭、一番最初のですね、三宮の駅のですね、現在から始めたと。で、このアニメの中でですね、セータがまっすぐ観客を見つめるシーンが2箇所だけあるんですけども、これ一番最初の冒頭ですね。昭和20年9月21日夜、僕は死んだっていうところで、はっきりと観客を見ています。で、もう一つですね、もう一番ラストのラストですね。もう遅いからお休みって言うと、節子がうんって言って、もうこれ両方とも幽霊なんですけど、節子がセータの膝の上で寝ると。膝の上で寝ると、セータは一回観客の方をまっすぐ見てからですね、神戸の街へ目を移すんですね。何を訴えてるのか。なんで節子が起きた時に見ないのか。節子が起きてる時には、実はセータは僕らを見れない理由があるんですね。これが後半で語るですね、最大の謎解きです。実はこの理由が多分このアニメの中で一番怖いところだと思います。後半はですね、節子を殺したのは誰か。これは
時代のせいだ、セータンのわがままのせいだとか、おばさんのせいだっていろいろ言えることがあるんですけども、じゃあなんでセータは死ななきゃいけなかったのかっていうのが、僕はこのアニメの一番怖いところだと思いますね。そっちを語ってみたいと思います。はい、お疲れ様でした。今日の動画はここまでなんですけども、2024年9月にですね、ネットフリックス、海外のネットフリックスでですね、日本と中国を除く全世界に配信が開始されました。で、配信開始からですね、1週間で非英語作品としてはですね、もうベスト10入りしています。誰もが見ている超ヒット作というわけではないんですよね。なんだろうな。イカゲームとかですね、そういうネットフリックスで全世界的にメガヒットしたではないんですけども、30年前のアニメがですね、ひっそりと公開されたにしてはですね、もう異例の大ヒットですね。だって、ネットフリックス海外で本当に宣伝告知全然してなかったんですからね。で、その海外の反響の多くはですね、涙が止まらないとか、アニメでこんな表現ができるなんてとか、これは誰もが見るべき作品と同時にですね、でももう俺は二度と見たくないとかですね、二度と見たくないという人がかなり多い作品になりました。日本でテレビ放映された時もですね、大体同じような反応だったと思います。みんなですね、ジブリアニメの圧倒的なですね、絵と動きですね、アニメの力で描かれるですね、映画前半のですね、節子の可愛さと、あと後半のですね、悲しさを見てですね、涙腺やられるんだと思います。海外視聴者の中でも気の利いた人はですね、この映画は第二次大戦中の日本を舞台にしているのに、アメリカ人は悪として描いていない。というかですね、この映画の中に悪役が誰一人出ていないというところまで読み取る人もいます。でも結論としてですね、つまり、結論としてやっぱりみんな持っちゃうのは、最大の悪は戦争であるということ。そして我々は今もイスラエルとかウクライナで愚かなそんな戦争を続けてるんだ。やっぱりいけないな、みたいな解釈に行っちゃうんですね。これはね、多分、ネットフリックスで日本で公開されてもですね、反響のほとんどがこういうふうな感じになると思います。ただ解説の中で語ってる通りですね、まさかその高畑勲監督がですね、映画の中で訴えているテーマっていうのが、生きることっていうのは苦しくて辛いことだと。そして生きることは苦しくて辛くて醜いんだというですね、ものすごい考え方ですね。で、死は美しいっていうですね、その死は美しいっていうのもその江戸時代の人形浄瑠璃とかの心中物の引用から始まるですね。これまた日本人特有の思想観っていうんですかね。それは決して死を賛美して、だからみんな死んじゃえばいいのにとか自殺みたいなものをですね、そっちの方に人々を誘導する考えでは全くないんですね。そんな考えにとらわれたから、二人は未だに煉獄ですね、天国にも地獄にも行けない場所に閉じ込められているんだっていう、そういうですね、よくこんなの子供向けのアニメでですね、隣のトトロと並映の映画で作ったなというふうに僕は思うんですけど、とんでもない作品です。さて今日見てもらったですね、動画の限定部分を含めた全長版、有料会員のみ、限定で見れるようになってるんですけど、どんな話をしているのかというと、ホタルの墓の解説を最後まで語りきるんですけども、高畑勲とですね、宮崎駿監督の、不思議な関係性ですね。アニメ監督のですね、押井守さんが指摘したホタルの墓のですね、隠されている危ないテーマについて、そして最後にですね、主人公のセーター少年が観客の方をじっと見つめる理由の答え合わせですね。冒頭一番最初ですね、セーターがですね、観客をじっと見るシーンから始まって、最後もう一回見つめ直すところで終わるんですね。なかなかすごいシーンなんですけど、続きが見たい人はですね、公式の岡田斗司夫アーカイブ YouTube のメンバーシップドワンゴのブルマカチャンネル、どれでも結構ですから参加してご覧になってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。とりあえずこれを見た人は、今すぐですね、Netflix に加入してということになるのかな。あとは8月の金曜ロードショーを待ってですね、ホタルの墓を見てください。ではまた、バイバーイ。